こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回は N690 と 440C のステンレス鋼材同士のダマスカスを使って最近人気の切り付け片刃牛刀8寸を作ります。鋼材に包丁の形を写し取りました。模様はこんな感じです。すごく細かい丸模様のパターンです。余分な部分をざっくり切り取ったので60番のベルトで外周を整えます。焼きが入っていない状態だと削りやすいです。外周が整いました。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。HRC は60でした。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なのでここでバッチリ作っておきます。裏すきが綺麗に作れていないと砥石で裏押しをした時にラインがガタガタになっちゃいます。裏面ができました。60番のベルトでキラと切れ刃を作っていきます。キラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。この鋼材は焼きが入ると一般的なステンレス鋼より傷が消しにくいです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。薄い片刃はしのぎのラインが崩れやすいので気をつけながら傷を消していきます。600番で400番の傷を消します。この後は同じ工程が続くのでこの辺でジャンプ。1000番が終わりました。模様がちょっと見えてますね。1000番終わりの表です。
裏面はこんな感じです。しのぎはこんな感じです。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使います。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。上部に黒い樹脂、主体となる部分に黒炭を使います。フライス板で黒い樹脂の平面をざっくり出します。黒い樹脂に穴を開けます。黒炭をカットします。真っ暗な黒炭もいいですが、黒炭は使っていくと色が抜けて白ぼけてくるので、多少模様があった方が色が抜けてきた時に目立ちにくいです。フライス板で穴を開けます。
材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。220番が終わったら木材の収縮防止剤を塗っていきます。この収縮防止剤は食品衛生法に適合したお椀などの食器にも使われている安全なものです。木材の収縮防止剤が乾燥したので400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けの前に一旦鏡面にしました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。HRC60 の割には少し研ぎにくいです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で研いでいきます。最後に12000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。
裏押しができたら表も研いで終了です。刃付けが終わりました。完成しました。表面を維持したままダマスカスの模様を出しました。このダマスカスは模様が細かいですね。芯金のない切れる鋼材同士のダマスカスは模様だけじゃなくて積層させている同じ単一の鋼材よりも刃持ちが良くなって切れ味が若干変わるメリットがあります。食いつきも良くなるので全体的にアップグレードされたイメージですね。ただ砥石で研ぐときは単一の鋼材より研ぎにくくなるデメリットがあります。3層や2層の芯金のある模様だけのダマスカス包丁はこの特性はないです。動画で作る包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けをしていません。絵付けをすると隙間はなくなります。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は黒炭を主体に作りました。縮み防止のため木材の収縮防止剤を塗ってあります。試し切りしていきます。絵は汚したくないので外して試し切りします。普段薄い片刃の牛刀は使わないので、
僕はちょっと使いづらいですね。片刃は使い慣れていないと使いにくいので、両刃を使っている方は慣れるまで扱いづらいかもしれないです。今回は切れる鋼材同士のダマスカス鋼を使って切り付け型の片刃牛刀を作りました。幅が広いダマスカスはめっちゃ迫力がありますね。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。